んにちは。今日は北八ヶ岳に苔の魅力を探しに来てみました。で、今回お話を聞かせていただくのは、麦草ヒュッテさんの、ご主人、島舘正弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も昼間白駒の池まで歩いてみて、苔むちゃくちゃ生えてるんですよ。やっぱり都会で見るとか低い山で見るのと違うようなね厚みで生えていて、すごい綺麗だったんですけども、どうして北八ヶ岳のこのエリアっていうのは苔がこんなに生えてるんですかね。一つははい。北八ヶ岳の成り立ちからいえくとそんなに古い山ではないんですよね。えそのためにまだ土壌層が非常に薄いってえいう。え苔は根っこから栄養を吸ったりとかお水をえ吸ったりする能力がある植物ではうんないために、いわゆる土の量にはい。左右されない植物なので、北八ヶ岳に来てみるとなんか苔蒸しているとこがもっこりもっこりなってるわけですえね。それはその苔の下は石ころだらけということで、えで土壌が深くなればなるほうんど今度そこに生える樹木の植生も変わってくはい。るので、苔も今度種子植物との競争ながあったりるほど。しはい。てちょっと様子が変わってったえりするので、北八ヶ岳は若い山で土壌層が少ないっていうはい。のが、他の植物との競争うーがなくてん。苔が非常に繁殖できるっていう、最大の理由でしょうね。な苔むしているところは白駒池の何々の森、何々の苔の森って紹介しているとか、はい。全て米塚林なんですね。はい。で米塚っていうのは針葉樹の中では一番栄養度の少ないとこうーろから育ってん。くるので米塚の原生林に行くとまず林床には苔むしうーた非ん。常に綺麗な風景はい。が出てきます。でちょっとなんかこのモコモコ感、石の雰囲気が少しずつ少なくなって土壌層が深くなると、はい。今度シラビソというモミ属のはい。木が多くなってくるえと、そこは逆にちょっと種子植物も入ってくるのー、でえ苔の見えている範囲が少し少なくなる場合ー、はい。もあるんですけども、逆にはい。あとこれ今後100万年とか経ってしまうとその土壌層深くなるので、なるほど。多分苔の種類は変わっていってし森まうと、がどんどん変はい、わっていくって変わっていくとことなんですね。思います。大体今、北八ヶ岳には何種類ぐらい苔があるんです八ヶ岳でどこから調べか。てるそうのかよく分ですよね。からなくて、平均標高1700前後から2899メータはい。ーの赤岳までうん。で、今現在記録されているのが519種と519 9種。種。島舘さんは実際に何種類ぐらいご覧に。いわゆる目に入ってるかもしれないですけど、例えば認識してるっていう認識と、して名前が分からないって言ったら恥ずかしながらそんなにないですよ。おそらくお客さんに登山道沿いではい。説明できるのは頑張って20種類ぐ20らい種類ぐらい。で、お客はい。さんに関係なく多分これはあれだねうって分かん。るのがあと20種類ぐらい。トータル40 40種ぐ類ぐらい。らいしかそれで偉そうなこと言ってるんですけど、いやいやいや。そのくらいじゃないですかね、頑張っても。こんだけ毎日のように山を歩いてる島舘さんですら、せいぜい40種類ぐらいしかわからないってことなので、普通の人の場合には1種類でも2種類でも1回目来た時に覚えられたら上出来ってことですよね。プライベはい。ートガイドをする時もだいたい2時間半のプライベーえトガイドなんですよね。そこで実際は10種類以上説明するんですけど、帰ってきて覚えている個数はだいたいはい。23個しか皆さん覚えてないです。何かその人にとってっていうきっかけの言葉がガイドが言えたりとはい。か、観察途中で何かに出会えたとかっていうえと覚えるか分かんないですけど、うん多分名前だけ羅列してもなかなか難しいような気うがしますんね。北八ヶ岳に初めて来ていただいた人に一番おすすめの苔、北八ヶ岳のこの苔の森を特徴としているような苔で、この苔見といたらいいよとか、この苔面白いよっていうようなおすすめの苔っていうのはありますかね。個人的には無節期に表情が徐々に変わっていって、ちょうど晩秋の11月の時にちょうどその
苔のこう胞子体っていう部分が出た時の作兵という部分のこう輝きを一番面白いなと思っているので、はいやっぱりムツデチョウチンゴケだと思います。ムツデチョウチンゴケ、しかもその晩秋のそうこの作品がキラッとした時が一番おすすめ。そうじゃあ一番好きな苔はムツデチョウチンゴケと言っていいんですかね。そそれもまたこれね難しいところ。石子さんに非常に厳しいその質問されるいわゆる一般的な方たちにこの森でえ一番好きな苔は何ですかってやっぱりムツデチョウチンゴケって答えるんですけど、僕が今追いかけて楽しんでいるのはフンゴケっていう分類の苔たちです。はい。フンゴケ、なんかすごいワードが出てきましたけど。北八ヶ岳苔の会、これどんな集まりなのかちょっと簡単に説明してもらっていいですか。白駒池を中心にして、生体荘さんと白駒荘さんとで高見石という岩の横に高見石小屋さんっていうのがあって、その高見石小屋さん、でもいくさひって山小屋のこの4軒と白駒池のところに白駒池有料駐車場をしている北部森林組合という、この5つの施設が苔を中心に誘客しましょうというグループなんですね。で近年どうしても苔の会と書いてあるので、その苔の会に入会できませんかってよくお客さんに言われるんですけど、ちょっと営業施設の集まりになっちゃっているので、残念ながらちょっと苔の会には一般の方がちょっと入れないんです。趣味の会とかファンクラブってわけではないんですね。そうなんです。はい。北八ヶ岳苔の会で観察会とかもやられてるじゃないですか、はい、そこはもうその会が主体となって企画をしてっていうような感じなんですかね。北八ヶ岳苔の観察会っていうのは、北八ヶ岳苔の会が主催になって、一応各会場がその責任を持ってやるということで、今コロナ禍で観察会も定期的にはできないかなと思うんですが、通常北八ヶ岳苔の会では年何回ぐらい企画されてるんですか。4軒の山小屋で6回やってます。一応生体荘さんとムイクサフッテが2回、で白駒荘さんと高見さんが1回、ということで計6回やっているんですね。例えばムイクサフッテ会場だとムイクサフッテが主に観察するエリアが決まっていたり、生体荘さんも生体荘さんが重点的に観察するエリアにこう行く、それぞれの小屋の観察会に行くと行く場所が違うために苔の種類もそれちょっとずつ変わるんですね。一軒の施設の観察会だけ出るだけだとなかなか幅広い北八の苔にひょっとしたら出会えないかもわからないですね。それぞれに参加する意味があるんですね。でそれぞれの観察会は苔に詳しい学者の先生がこうアテンドしてくれたりとかっていうことなんですよね。樋口先生の場合はやっぱり専門がこう分類、この亜高山帯の苔の名前をどうしても知りたいっていう場合は、これはこういう調べ方でこういう方向で見たら多分名前が近寄れるよっていう説明をしていただけますし、もう一人北八ヶ岳の場合は上野先生という先生にもご教授願ってるんですけど、上野先生の場合はどちらか生態になるので、ひょっとしたらその会場もあるけれどもその講師の先生によってちょっと得意分野が違うんで、それぞれに面白いところがあるってことなんです。やっぱり観察会に参加して先生の話を聞いてもう一回一人で入るとなんか違う景色が見えてきたりするので、苔に興味があって森を歩きたいっていう時にはまずそこから入ってもらうと、いいのかなと思います。僕もこの仕事を始めたばかりの時かな、北八ヶ岳の観察会に2回ぐらい参加させてもらったんですけども、それでやっぱり知識が高まっていったっていうこともあるので、ぜひぜひおすすめですね。あと北八ヶ岳苔の会の観察会以外にも麦草さんで独自で観察会をやられたり企画されたりとかもしてましたよね。プライベートツアーを受けていますので、2名以上であれば事前予約をしていただければちょっと入ってみたいな、どんな感じなのかなとか、現地のそのちょっと面白い場所っていうのはやっぱり現地ガイドが行った方がいいかなという時もありますので、声かけをしていただければ
対応していますので。なるほど。ぜひそうするともうお友達と2人とか3人で少人数ツアーみたいな形ができるってことなんですね。糞苔っていうことで、糞ってうんちのことで。そうですね。そうですねはい。苔ってね、木の表面とか、はい腐った木の上とか、土の上とか、自分が生活するのに好きな場所、たまたまその動物の糞であったり、死体であったり、そう不植物でしかちょっと宿れない苔が、たまたま国内に4種類ぐらいあって、はい通称糞苔と言ってしまうんですけど、それはもうその種類4種類は糞の上にしか生えない。糞と不植物なので、こう死骸というのもありますけども、大概見つけやすいのは糞の上糞ですね。なので総称的に糞苔って呼ばれてるんですね。森の中にはカモシカがいたり、テンがいたり、オコジョがいたり、雑食系の動物の糞もあれば草食系の動物の糞もあったりするので、たまたまその糞の上に胞子が来て、なおかつそこの湿度とか照度がその苔にとってちょうどいい具合なところにあるうんちのところに胞子が来ると、そこで頑張ってこう成長していくんですね。なるほど。糞苔の場合は胞子をその次の糞のところにこう移動するのにちょっと特殊な人が助けてくれるわけなので、ハエが助けるんですけど、宿っている糞がみんな分解されてしまうと、その苔生活できなくなっちゃうということがあって、大体6年間ぐらいでなくなってしまうんですね。でちなみにその糞苔っていうのはやっぱりそういう標高の高いところじゃないと見られないものなんですかね。基本的にある程度涼しくないと厳しいですね。少なくとも亜高山帯と言われるどうでしょうね、1500、600メーター以上のところでないと非常に難しいと思います。山に行かないとやっぱり出会えない苔の一つってことなんですね。どうしても糞苔を見たいっていう場合は島舘さんのツアーに申し込むと見せてもらえたりも。2種類は見られます。一応名前を出すユリミゴケとか、丸大苔に関しては実はこの森下峠の草原内にあって、例えばユリミゴケという糞苔があったら、じゃあそこに胞子が出た時にこっちにある野生動物の糞を持ってきてちょっとくっつけて、で隣に置くとやっぱ発芽するんですね。その状態で今2箇所ほどちょっと密かに増えちゃってるものがあるんですね。でそれはもうお客さんが歩いて行っていい場所なので、いつでも見られます。よかったら明日撮らせてもらっていいですか。全然見ていただいていいですか。じゃあその様子も載せますので。食事前にはやめた方がいいかもしれない。そこに中にあるものを想像せずに。そもそも鹿よけネットのチェックの時に見つけて、で去年これにちょっとこうくっつけたのがやっぱ2年目にしてちゃんとこうやって同じ状況になる。一つの苔を追いかけるってすごく楽しくて、そうですね。1年間どんな動きをするかどうかなんですけど、とにかく実験したいということで、野生動物の結構早くね柵が用意されるんですけど、全然蓋が取れないんですよ。